黄昏ロイドの協力者フランキー・フランクリン。彼なくして黄昏ロイドの任務は成功しません。今回はもじゃもじゃ頭のフランキーの謎について徹底解説していきます。ネタバレありなのでご注意ください。フランキーとは一体何者なの？表向きはバーリントでタバコ屋をしながら、裏では情報屋として情報収集や書類偽造などロイドをサポートしています。情報屋として相当な実力があるようで、ロイドの妻を探すために短時間で市役所から独身女性のリストをコピれるほどです。それだけにロイドもフランキーの仕事に関しては信頼しているようです。しかしロイドのフランキーに対する扱いはひどいもので、母親役のために女装をさせられたり、盗まれた美術品の回収に引き出されたりと散々な目に遭っています。さらにいろいろな代金も踏み倒されているみたいですね。フランキーの出身地は不明ですが、東国オスタニア人のようです。ではなぜ西国ウェスタリスのスパイロイドの仕事をアシストしているのでしょうか。本人曰く、東国のやり方が嫌いなだけ、窮屈なんだよこの国は、という理由だそうです。過去の嫌な体験がそうさせているのかもしれません。ただ西国ウェスタリスの味方をしているわけではなく、中立の立場をとっているようです。名前の由来、実はフランキー・フランクリンは本名ではないんです。第60話でロイドの後輩であるトバリが任務の際にフランキーを訪れるシーンがあります。出会って早々トバリがフランキー・フランクリン、名前の通りふざけた男ねと言ったのに対し、彼自身がフランキー・フランクリンはタバコ屋の時の偽名だけどねと心の中でつぶやいています。自分の国の情報を敵国に売るわけですから、本名を名乗るわけにはいきませんよね。現在もフランキーの本名はわからないため、彼もまた謎多き人物と言えるでしょうね。フランキーの特技とは、フランキー自身自分の戦闘力はゴミと認めていますが、情報屋としての能力は高いと思われます。さらに発明品はスパイグッズだけでなく、日用品としても役立つものが多くあります。例えばフランキーが開発した発明品は、色が変わる不思議なペン、猫型盗聴器 C20、ハイパーロングハンド、カメラ型ネットランチャーなどなど、この時代ではすごい発明品ばかりですよね。その中でも10年もかけて作り上げた最終兵器パワードスーツ、どれだけすごいのかと思いきや、電源を入れてモーターが温まるまで10分もかかり、使い物になりませんでした。すごいのかドジなのかわからないところがフランキーのいいところですね。フランキーの女性関係。ある時フランキーはモニカというシガークラブの店員を好きになります。なんとか恋を実らせたいフランキー。彼はモニカについてロイドが引くほど情報を集めます。モニカをデートに誘うべく、ロイドと共に会話のフローチャートを作成。地道に会話の練習に励みました。しかしモニカの答えは食い気味にノー。失恋し傷心のフランキーが一人で焼け酒を飲んでいる前にロイドが現れます。ロイドは家族の用事があったにもかかわらず、フランキーの酒に付き合います。2人の関係がビジネスパートナーだけではない、それ以上の絆があるとわかる心温まるシーンでしたね。フランキーとアーニャ。ロイドはフランキーにたびたびアーニャの子守を押し付けています。その度にフランキーは俺はシッターじゃねえと激怒しますが、ロイドが現金をちらつかせると反応が180度変わってしまいます。フランキーの人間性が出る笑えるシーンですよね。ロイドもその反応を面白がっています。アーニャに対しては子供扱いせず、むしろ同じ目線で楽しんでいます。そのことをアーニャも感じているのか、フランキーに懐いていますね。年の離れた兄弟のようで、2人の関係が微笑ましいです。最後に、情報屋としては一流ですが、プライベートではドジでお茶目なフランキー。しかしフランキーがイーデン校の入試問題と受験票を入手できたからこそ、今のフォージャー家が続いています。そういった意味では彼は欠かせないキャラクターですね。
これからもアニメとコミックの両方で彼の活躍を楽しみにしています。ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。